皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。まだ入っていない皆さん、よかったらぜひご検討ください。ご検討くださいというのは考えてみてくださいという意味です。何を考えるかというと、入ることを考えてくださいっていう意味です。イコール入ってくださいという意味です。では、今日のテーマなんですけど、今日のテーマは、上手な断り方です。皆さんも多分何か頼まれたり誘われたりした時に断るのって気を使いませんか？どうやって断ったら角が立たないだろうかみたいな。角が立つっていうのは人間関係がギクシャクするということです。ギクシャクするっていうのはスムーズの反対です。スムーズは流れるようにスーッといきます。でもギクシャクするとスーッていかないんですね。ちょっとガタガタしてしまって、例えばギクシャクした相手とは会いたくないなって思うとか、こっちにあの人がいる、こっちから行こうってなってしまうようなのがギクシャクするです。なので、そういうふうにならないように多分いろんな断り方とか考えると思います。多分どの言語でもそうなのかなと思いますけど、ぜひそうじゃないとかそうだとか教えてもらえたら嬉しいです。で、日本語の場合は割と本当に直球で言わないことが多いです。直球っていうのはストレートですね。まっすぐな球。遠回しな表現をします。遠回しっていうのは遠く回ってくるこういう表現ですね。で、これ婉曲な表現とも言います。なので、はっきりいけませんとかできませんって言わないで、ちょっと違う言い方をしたりします。なので、それを聞いて、皆さんが、例えばこの人はイエスって言ってるんだとか勘違いしないように、また皆さんが断るときに相手を傷つけたりしないように、この動画を作りました。なのでよかったらぜひ最後まで見てください。なぜそういう遠回しな表現で言うかって言ったら、まずやっぱり相手を傷つけたくない。で、それによって空気が悪くなるのが嫌。で、そういうのもひっくるめて人間関係を良くしておきたい。ということで、そういう遠回しな表現が好まれます。で、あと、その遠回しな表現が通じる理由っていうのが、割と、日本ってよく単一民族って言われるんですが、本当は単一民族ではなくて、アイヌ民族とか、他の民族もいるんですね。でも、基本的に、アメリカとかと比べたら、そんなに多様性はないですね。だから、割と多くの人が多くの前提を共有している。その文化的な背景を共有してるんで、そういう遠回しな表現が通じやすいっていうのがありますね。で、逆に、それをしないと、本当に傷ついてしまって、やられた側が、この人私のこと嫌いなのかなって思っちゃうんですよ。だから、ちょっと難しい。だから、やっぱり、こういうのを学んでおくのは大事かなって思います。で、私自身の経験を言うとですね、ちょうどこの前の夏ぐらいに、割と近所のとある人から、すごい、メールをもらったんですね。で、ちょっと私がしてしまったことが、良くないことというか、いいっちゃいいんですけど、もちろんその本人にとってはとても嫌なことだったので、やめてくださいっていうことだったんです。なので、私は本当に申し訳ないことしたなと思って、すぐ言われた通りにして、申し訳なかった。で、今後このようなことをしないようにしますっていう返信をしたんですね。そしたらさらに、もう一回返信が来て、もう本当に直球で、あなたのしていることは間違っている、みたいなことが書かれていたんですね。本当にこんなに直球なのは久しぶりだなっていう、久しぶりというか初めてぐらいかもしれませんが、非常に、やっぱ、傷つきましたし、ただ、もちろん私が、基本悪かったんですが、私が悪かっ
たのに、相手に対して、こんなことを言ってくるっていうことは、もう本当に私との関係を断ちたいんだなっていうのははっきり分かったんですね。だから、もう関わるのやめようって思いました。で、本当は最初謝りに行こうと思っていたんです。でも、これは謝ってももうダメだなっていうのをその直球さから感じたんですね。で、一方で、その割と結構すぐ後に、お隣さんからとあることを言われました。それもちょっとね、うちが悪かったことで、こうしてもいいですか？こうしてほしいとは言わなかったんですね。でも、あるすごく遠回しな言い方をしてきたんです。むしろ向こうが何々してもいいですか？みたいな言い方で。だから、それまで私はそういう遠回しな言い方をされてもわからないって思ってたんですね。だから、はっきり言ってくれていいのになって思ってたんですけど、その時はそのお隣さんの遠回しな言い方にもうすっごく救われました。そこにはものすごい気遣いがあったんですね。で、それはもちろんお隣同士だから今後もずっと仲良くね、暮らしていかないと何十年と一緒に。だから環境を悪くしたくないっていうのはもちろんお互いにあります。だからこそ気を使ってくれたんですけど、そういう気遣いが、本当に嬉しかったんです。だから、やっぱりね、直球でガツンって言うってよくないなというか、まあね、もうこの人とは二度と会いたくないって人だったら多分いいんでしょうけど、なんか、やっぱりこう、婉曲な表現、婉曲っていうのも遠回しという意味です。角が立たない表現、それが婉曲な表現。やっぱり婉曲な表現はいいなって思いました。特にね、やっぱご近所だとどうしても会う機会があるじゃないですか。だから、まあね、あんまりそんな直球でやるのはどうなんかなって思います。実はこの辺のことは私のメンバーシップの第1回目のエピソードで話してます。あの時に、もう本当に、言いたくてたまらなくなって、こんなことがあったって。だけど、それをさすがに誰でも見れる場で言うと、やっぱり良くないなと思ってメンバーシップにしました。そう。だからまあ、もしよかったら、ぜひ見てみてください。ちょっとね、花粉症がひどくって、ここ2、3日、だいぶ良くなってたんですけど、なんか昨日の夜、急にくしゃみが出て、そして目が痒くなって目が腫れました。もうね、そろそろいい加減終わってほしいんですけど、一体いつまで続くんだろうっていう感じです。まあ5月になれば、さすがに大丈夫なはず。でもそれまではもう目のかゆみとの戦いです。話がそれました。じゃあ、その人間関係を大事にするために、じゃあこういう遠回しな言い方を覚えましょうということですね。じゃあまず一番最初に、覚えてほしい表現です。ちょっとです。で、これはですね、例えば、それだけでも断りの表現になります。例えば、明日暇ですか？明日どっか行きませんか？って誘われた時に、いやー、明日はちょっと、っていうと、もうこれだけでノーってなります。で、ただ、明日はちょっと、だけだとちょっとなんか申し訳ないから理由を言うとか、明日はちょっと忙しいんですよとか、明日どうしてもやらなきゃいけないことがあってとか、そういう、理由もね、言うのが一番いいと思います。で、あとこのちょっとは、別の言葉につけて、その意味を弱めることもできます。例えば、もう一つできないって意味で難しいっていう表現があります。難しいは、言葉だけで言えば難しいけどできるかもしれないじゃないですか。でも基本的に、いや、ちょっと難しいですねって言われたら、それは断ってます。ノーです。だから、仕事とかで、これ4月末までにできますかってもし聞いたときに相手が、いや、4月末はちょっと難しいですねって言ったら、ちょっと申し訳ないんですけど、難しいですねって言ったら、それは4月の末はできないっていうことですね。で、例えば、断るだけだったら申し訳ないなって思うんだったら、いや、4月の末はここまではできます
とか、そのできる範囲を提示するとか、そういうプラスのフォローみたいのがあるといいかなって思います。で、その難しいを言うときに、いや、ちょっと難しいですねっていうふうにちょっとつけて弱めます。だから、いや、4月末は難しいですねだけでもいいんですけど、ちょっとつけるとより良い。で、もっと大事なのは多分表情と口調ですね。いや、ちょっと難しいですね。ちょっとっていう、こういう言い方とか、あともう、なんかちょっと本当に申し訳なさそうな顔して、いやー難しいですねっていうのが大事かなって思います。なんか普通の顔して、いや、ちょっと難しいですねって言ったら、めっちゃ傷つきますね。だから、相手との関係にもよりますが、そういう言い方っていうのは言葉だけじゃなくて、表情とか、口のトーンというか、トーンって言うんですけど、高い音なのか低い音なのかとか、例えば、いや、ちょっと難しいです。これはかなり嫌な断り方ですよね。で、例えば大事な取引先、相手の方がなんか偉いみたいな感じだったら、いや、本当に申し訳ないんですけど、ちょっと4月は難しいですね。みたいな感じになってきます。で、あと、友達とかでも難しいは使えるかなと思います。いや、ちょっとそれ難しいなってね、使えます。で、あと、例えば何かに誘われた時に、行けたら行きますっていう答え方があります。これ使う人も多いと思うんですけど、これは、行けたら行きますは基本来ないです。行けたら来るって言ったから楽しみに待ってたら、来ないと思います。行けたら行きますは、多分本当に脳に近いから、だから逆に私は、なんか、行けたら行きますって言うと、なんか悪いなと思って、ちゃんと行けないって言わなきゃってついね思っちゃいます。で、あと他に、スケジュールを確認しますとか、スケジュールを確認して後で連絡しますとか、今すぐちょっと答えられないから、後で連絡しますっていうのは、五分五分の可能性という感じがします。五分五分っていうのは 50% ずつ OK かもしれないし、ダメかもしれないのが五分五分ですかね。で、例えば、今日の夜には連絡するねまで言ってくれれば、本当にスケジュールの確認なんだなってわかります。でも例えば、何回か誘って断られて、じゃあ5月はどうって言ったら、いや、5月の予定わからないから、また、時間ができたら連絡するねとか言われたら、多分もうノーなんだろうなっていう感じはしますね。そう、だから、難しいっちゃ難しいですよね。そういう本当にノーなのか、本当はノーじゃないのか、そこは私は結構どっちかというと苦手なタイプなので、はっきり言ってほしいなって思ってたんですけど、はっきり言われて傷ついたんで、やっぱ遠回しな言い方いいなって思ったわけですよね、この前ね。そう。だからちょっと難しいけど、本当に行きたいかどうかは、そういう顔とか言い方、表情とか言い方で見ていくっていうのが大事かなと思います。そう、あと仕事とかだと、考えておきますとか、検討しますっていう言い方があります。これも50%、50%ぐらいですかね。でも、どっちかというとなんか脳に近い感じがするんですよね。考えておきますって言われると、なんか本当に考えるっていうよりは、その場でノーっていうのがなんかちょっと言いにくいから考えておきますって言って、後からメールで断ってくるとか、検討しますも同様ですけど、なんかそういう感じがします。この辺はちょっとわからないですね。そう、だから、大事なのは、でも断るときに大事なのが、ビジネスだったら、大変申し訳ないんですけど、とか、大変申し訳ありませんが、これをつけるのが大事ですね。で、あと、友達同士だったら、例えば最初にお礼を言う。誘ってくれてありがとう。でもその日はちょっとダメなんだ。で、こっちはどうとか。で、逆にそんなに親しくなくて、もう今後一切誘いを断りたい相手だったとします。
で、そういう場合は、本当に関係ない相手だったら、返事しないという手も一つですよね。でも、例えば仕事先で関係があるんだけど、個人的に行きたくない時とかありますよね、きっと。そういう時はどうしたらいいのかな。そういう時は、お客様と個人的に出かけるのは禁止されてますとか、会社でとか。でも本当にもしそれが取引先の人なんだったら、会社の人に相談した方がいいですよね。こういうふうに誘われたんですけど、どうやって断ったらいいですかって。それで無理やり、ね、お客さんだからって無理やり飲みに連れて行くとかはセクハラみたいなもんですよね。パワハラとかね。ちょっとその辺わかんないな。難しいですね。でも私今、こういう断り方とか言いながら、自分何にも断る予定ないな、みたいに思ってました。息子の受験と入学式とかがあって、周りがみんな遠慮してくれてたんです。で、4月になったら飲み行こうとか言ってくれてた人たちがいたんですね。でも4月になったけど、何も誘いがないんですよ。で、私が今すごい忙しくって、5月中旬まで忙しい予定なんですね。そう、だから、いや、誘われたら今ちょっと忙しいっていうのも悪いな、みたいになんて断ろうとか思ってたんです。でも、なんか悲しいことに誰からも誘いがないので、良かったというか悪かったというか、そのうちね、私からちょっと働きかけようと思っています。はい。じゃあ今日はそんな感じで、じゃあ最後にメンバーシップに入ってくださってる方のお名前と、スーパーサンクスをくださった方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キムヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウエイケイさん、ニヌアイシルメさん、チチさん、ジムハバートさん、ジュンチャンジョンさん、ジョアンナ・ピアビーさん、ウンメシュガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキヨクさん、チャンドルさん、オー・ウェンハオさん、チャールトン・ローさん、グエントゥアン・アインさん、チョ・ミンジェさん、チャンジテさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、キャサリン・オカモトさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、BC ユンさん、ハン・インスさん、イ・ギルジンさん、フランキー・ユンさん、ミス・リンさん、チョウ・インチューさん、ミンジさん、クリスティーナ・ケイさん、リョウ・スイエさん、ホワグエンさん、プラシャント・シンさん、ココナムさん、ミヤビック1299さん、ビッグガスさん、ウィリアムさん、ザ・トランさん、ライ・ナオコさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。励みになるというのはやる気が出るということです。そしてあと収益が安定するのでとても助かります。またオースティン・ヒューレットさん、スーパーサンクスをありがとうございました。では皆さん、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。